はフューリーを倒したな。ああ。あとは分かってる。ならいい。だがそれよりも今はソコロフを連れ出すことを優先してくれ。ああ。その地下壕の奥にあるはしごを登ればグロズニグラードの内部に出るはずだ。シャゴホッドが完成したとなると奴らがいつまでソコロフを生かしておくかわからん。急いでくれ。少佐、奴らが爆発するのは伝説の一部だ。伝説？コブラ部隊のな。そこはシギントから説明してもらおうか。シギント。ああ、そいつは小型爆弾だ。小型爆弾？そうだ。第二次大戦中、コブラ部隊は決して公にすることのできない汚れた任務をこなしてきた。捕虜になることはもちろん、死体を残すことすら許されない絶対の極秘任務だ。そのために彼らは自決用の小型爆弾を持って任務に赴いたと言われている。尾ひれがつきまくったただの噂だと思っていたんだが、まさか本当だったとはな。しかしなぜ今回も爆弾を持ってきてるんだろう。敵地でもないのに。覚悟かもしれんな。覚悟？ああ。彼らには戻る部隊はない。戻る国もない。死に場所は戦場しかないというわけか。そうだ。後戻りはできない。ザ・ボスもそうなのか。迷彩服を着てフェイスペイントをしても、それだけではカムフラージュとは言えないぜ。カムフラージュとは自然に溶け込むことだ。十分な偽装を行うには、姿勢を低く保って動かずにじっとしている必要がある。その場所にあった迷彩服とフェイスペイントをした上で匍匐して動かずにいれば遠距離から発見されることはまずないだろう。逆に走って移動すればどんなに適切な迷彩をしていても目立ってしまう。近くで敵があんたを探し回っているような時は姿勢を低くしてできるだけ動かないようにするといい。パラメディック、前に話していたのは何だったんだ？前のって？オラが村がどうとか。ああ、ごめんなさい。あの時は詳細が話されていたから気が散って。次はちゃんと紹介するわね。ああ。ついにグロズニグラードへたどり着いたな。ああ。気をつけろ。そこは敵の本拠地だ。警備の厳重さは今までの比ではないぞ。分かってる。君が目指すのは兵器廠。要塞の中央にそびえる巨大な建物だ。ソコロフはその西棟にいる。ソコロフが監禁されているエリアへ入るには、例のライコフとかいう少佐の服を奪って変装する必要がある。ライコフがいるのは兵器廠の東棟ということだったな。まずは兵器廠の東棟に潜入し、ライコフを倒して服を奪うんだ。兵器廠は君が今いるエリアの北東だ。北東へ向かえ。あんたの任務は単独潜入だ。作戦を遂行するためには戦地を一人で生き抜かなければならない。それを手助けするためにサバイバルビュアーがあるんだ。サバイバルビュアーには戦場でのサバイバルに必要な要素が集約してある。カムフラージュで偽装、バックパックで身につけるアイテムの選択、フードで食事、キュアで治療、マップでそのエリアの地図を確認できる。オプションを使えば任務を進めやすいように設定を変えることもできる。うまく使ってくれ。ここは広い。ソコロフは西棟に。犬は火を恐れる。段ボールを持ち上げている間は前が見えない。
武器庫は北西。ダクトを使えば安全に移動できる。兵器廠本島に荷物を運んでいるトラックがある。待てよ。北の入り口は兵器廠東棟に続いている。収容所は東だ。扉を開ける周波数は 145.86。 大佐は水に弱い。大佐は光るキノコに弱い。4月30日。俺たちはそれを未来に伝えるんだ。今日は君と初めて会った日。いや、知らない名前だ。スネーク、北北西に進路を取れって知ってる？いや、知らないな。広告会社を経営する平凡な男が人間違いで誘拐されてある仕事を強要されるの。それを機に男は陰謀に巻き込まれて、やがてニューヨークからシカゴ、ラシュモア山へと真犯人を追っていくことになる。ヒッチコックの映画はドキドキするけど、思わぬところで笑わせてくれるから好きよ。君はヒッチコックを全部見てるのか？全部？無理よ。私が生まれるずっと前から作ってるんだから。テレビでいくつか見たかもしれないけど。だけど、私が生まれて初めて見に行った映画はヒッチコックだった。家族で見に行ったの、レベッカよ。子供の頃に？両親が映画好きだったから連れて行かれたのね。お話はよくわからなかったけど、なんだかとても怖かった。映画の内容より帰る時に買ってもらったキャンディーバーの方がよく覚えてるわ。それが君の映画好きの始まり。そうね。圧倒的な力に乾杯した始まりよ。ライコフを倒したようだな。次は奴の着ている服を手に入れるんだ。だがそこで服を脱がせるのはやめておけ。いくらなんでも人目につきすぎる。それにライコフに変装する以上、本物のライコフの体もどこかへ隠さなければいけない。どこかにライコフから服を奪い体を隠せる場所があるはずだ。そこまでライコフの体を引きずっていってくれ。エヴァが都合のいい場所を知っているかもしれないな。彼女に聞いてみろ。引きずっていく途中でライコフに目を覚まされないように気をつけろよ。敵や科学者にも見つからないよう注意しろ。ライコフを倒したのね。そのままロッカー室まで引きずっていって。ロッカー室なら人は来ないはずよ。服を脱がしているところを見つかる心配もないし、ライコフの体も隠せるわ。ロッカー室は2階の南西よ。ロッカー室へ向かって。あんたは新しく武器や装備品を手に入れたときは、まずバックパックに入れるようにしてるんだろ？だがバックパックに入れたままじゃ、せっかくの新しいアイテムも使うことはできないぜ。武器や装備品を使うには、まずバックパックから取り出して身につける必要があるんだ。バックパックからアイテムを取り出すには、サバイバルビュアーのバックパックを使ってくれ。武器を身につけるには、サバイバルビュアーのバックパックにあるウェポンを使うんだ。画面に持っている武器の一覧が表示されるだろう。その中から身につけたい武器を選んで決定ボタンを押せば、そいつをバックパックから取り出して身につけることができる。ただ、身につけられる武器の数には限度があるってことは忘れないでくれ。不要な武器はバックパックへ戻すんだ。身につけている武器をバックパックへ戻すには、武器の一覧からすでに身につけている武器を選んで決定ボタンを押せばいい。並べ替えるって方法もあるぜ。どちらでも好きな方法でやってくれ。ライコフの着ていた服を手に入れたな。ライコフに変装してソコロフの捕らえられている西棟へ潜入するんだ。カムフラージュのユニフォームでオフィサーを選べばライコフの服を着ることができる。だがそれだけではライコフに変装したことにはならないぞ。
ライコフになりきるには服装だけでなく顔もライコフに似せる必要がある。どうやって似せるかは自分で考えてくれ。